んにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。 IKEA に週1で通って最新の情報と購入品の紹介をしています。今回は夏の新商品を紹介していきます。 IKEA はすぐに商品が入れ替わってしまうので、最新情報をチェックしてお買い忘れのないようにぜひしてください。はい、では早速行ってみましょう。早速こちらの新商品のペンダントライトがルームセットに新しく飾られておりました。グリーンが貴重で可愛らしいベッドルームですね。こちら前から気になってた春頃出た新商品だと思うんですけども、収納付きスツールです。こちらはですね、なんとお値段が999円とめちゃくちゃ安いんですよね。で、実際見てみて意外としっかりしてました。作りが蓋の部分も全然チャチくなくってちゃんとはまる感じになってるのがいいなと思いました。六角形なのも複数並べたら可愛いだろうなと思いました。こちらのミラー、私玄関に縦で設置してるんですけども、横に設置するやり方も真似したいなと思いました。新しいルームセットは作りかけですかね。これまだ家具だけでも中身は入ってなかったんですけども、以前の動画で紹介しましたけども、トーンスタードシリーズがずらっと並べられていました。ちょっと IKEA にもこんなのあるんやっていう高級ラインになってまして、とても上質な作りになってるなと感じます。付き板仕様になってますね。で、急にグラスなんですけども、こちらのグラスはですね、新商品なんですが、なんとプラスチック製なんですね。お値段も非常にお手頃で、私透明のタイプを持ってるんですけども、プラスチック製なのでお子様でも気軽に使えますし、すごく軽いので使いやすいです。食洗機対応です。 IKEA のソファーベッドはいかにもソファーベッドに見えないデザインでとても人気があります。こちらは生地感が非常に美しくていいなと思いました。 IKEA のソファーベッドは非常に人気がありまして、一番人気があるのはこちらのフリー閉店という名前のものです。全然ソファーベッドに見えないですよね。 IKEA のソファー何使ってますかっていうアンケートをしたことがあるんですけども、インスタグラムの方で、そしたらなんとこのフリー閉店がソファーベッドにもかかわらず第3位ぐらいに入ってきたんですよね。いや、嘘かな、第4位だったかな。はい、そのぐらい IKEA のソファーベッドは人気があります。そうで、こちらのね、フリー閉店じゃなくてこちらの商品は生地感が非常に綺麗ですので、ぜひ実物見てもらいたいです。こちらは注目の新商品なんですけども、こちらは開けてびっくりでしたね。ちょっと開き方が意外じゃないですか。まずそう開くんみたいな。で、中にこう引き出しがついてるんですね。すごいキャビネットです。とても高級感のある作りになってます。実際お値段も結構お高めです。こちらは他にも違うサイズのキャビネットなど発売してまして、シリーズで揃えることができます。こちらのデスクも、先ほどと同じトーンスタードシリーズなんですけども、デザインがとても素敵ですよね。大きさもなかなか珍しいサイズ感のデスクになってます。お値段はそこまでお高くなかったですね。もうとても素敵なデザインです。他にもこのようなワゴンのような収納、引き出しのデスクの下に使えるワゴンのようなものや、こういう幅の広い大きめのデスクもありました。このシリーズは本当どれもすごく可愛いですね。サイドテーブルなどもあるんですけども、カラーバリエーションもあります。こちらのデスクの脇についているケーブルオーガナイザーなんですけども、とてもシンプルな作りデザインで、お値段もお手頃価格となっています。こちらの商品以前購入したものを紹介したんですけども、クランプの向きを逆向きにもつけられるのが非常に便利なポイントになっています。それで最近こちらをですね、母に譲りまして今は大阪の実家で活躍してくれています。そちらの様子を、撮影してもらいました。
ダイニングテーブルの脇に設置しているということです。私もその使い方したかったんですけど、うちは丸いダイニングテーブルで設置できなかったんですよね。四角いダイニングテーブルをお持ちの方はぜひいかがでしょうか。このように充電するスペースとして使っています。もちろん逆向きにもできます。これはクランプを逆向きにした場合の写真です。このスペースにティッシュとかリモコンとか置いてもいいかもしれないですね。はい、ではまた店舗の映像に戻ります。黄色が鮮やかな寝具がたくさん出ていました。真ん中のはクッションカバーですね。でレモン柄の寝具が出てました。こちらのサイドテーブルはめちゃくちゃ安くて有名なサイドテーブルです。ミニサイズなのでベッドサイドに最適です。こちらのシェルフが新商品です。ホワイトスチールとウッドの組み合わせは最強ですよね。結構フックとかつけられて機能的なものだなと思いました。黄色の花瓶もすごく可愛いですね。こちらのブラックのボックスはですね、ラタンに見えますけどもプラスチック製のボックスです。前回の動画でドア開閉センサーを紹介したんですけども、ドアが開いてる間だけ点灯できますよっていうセンサーですね。でそれはこの辺に売っています。でこちらは、モーションセンサーも最近新しく出てまして、こちらですね。で私は旧製品を持っていますのでちょっと今回は買わなかったんですが、モーションセンサーを使えばお手洗いですとか洗面所での自動オンオフが可能になりますので消し忘れ対策に有効です。ドア開閉センサーだとそのドア閉まったら消えちゃうんですよね。だからおトイレだと大変だよねっていう使えないよねっていうコメントが結構いただきましたので、はい、そういう場合はモーションセンサーの方がいいかなと思います。でその際 IKEA のスマート電球トロード振りが必要になるんですけども、こんな小さいサイズが売ってました。洗面所の電球がですねすごい小さいなんていうんですかね、ダウンライトみたいになってまして、このサイズをねずっと欲しかったんですよね。こちらは、調光もできて朝食もできるタイプとなっています。はい、なんか最近洗面所の動画ばっかりですいません。こちらのライトです。ちっちゃいですよね。さすがにこの電球ならハマってくれるだろうなと思って購入してみました。実際ハマんなかったら返品すればいいですからね、IKEA の場合、はい、ちゃんとはめることができました。で真ん中に映ってるのがモーションセンサーです。旧タイプです。でこちらセンサー1個に対して電球を10個までリンクさせることができます。なので今回は、3つ電球をリンクさせます。すべて IKEA のトロードフリというスマート電球になっています。 IKEA のトロードフリというスマート電球は非常にお手頃価格なのが特徴です。このように調光朝食ができます。スマートフォンで操作するには別売りのハブが必要なんですが、ハブがなくても別売りのリモコンなどを買えば調光朝食が可能になります。洗面所なので、白っぽい光にしました。でセンサーの感度なんですけども、ちょっとこれは旧型なので新型と全く同じではないかもしれませんが、一応その反応速度を表現したくていろいろ撮影はしてみてます。このように入っていきました。つきます。でお風呂側からも同じようにすぐにつくことができました。っていうかもう数日実際に使用して生活してるんですけども全く違和感なく生活できているので気にならない反応速度だなと思います。はい、反応速度どうかなとか思いながら出るんですけど、実際お風呂出たらもう全く忘れてますねセンサーの存在。そのぐらい違和感がないってことだと思います。センサーは新型は試せてないのですが、スマート電球は本当に IKEA おすすめです。アート系のポスターやパネルが新商品でたくさん出ています。 IKEA の商品は漏れなく世界中の人と被ってしまうんですけどもですけども、ワンシーズンで売り切りのものが多いので安心してください。これちょっと可愛いの出てました。ガーデニンググッズなんですけども、どうですか？ガーデニングされてる方、植木鉢をたくさんお持ちの方、めっちゃ可愛くないですか？このボックスに入れるだけですごい雰囲気出そうですよね。これは可愛いと思いましたね。お値段はもう2000円です。可愛い。
なんかこのめちゃくちゃミニサイズって珍しくないですか？であと食品で新しいのが出てまして、こちらプラントベースカレーで、なんと中村屋製造でした。絶対美味しいやんってことで買いました。こちらは IKEA 渋谷店で実際に売られている商品をお家でも楽しめますよというもので、具沢山でとっても美味しかったです。めっちゃコスパいいと思いました。最近 IKEA スウェーデンのサイトをチェックしていると、新商品がたくさん、可愛いのがたくさん出てまして、待ち遠しいなと思ってます。今はちょっとお金をね貯めとかないとなと思ってます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。